自分のネガティブな感情をジャッジ、判断せずに、ネガティブな感情に寄り添うっていうことをしています。私は、弟と妹にプレゼントをあげる予定です。プレゼントはお金です。彼はフィリピン人なので、日本語の漢字を勉強するときにすごく圧倒されたと言っていました。N3 に最近合格しました。彼の勉強法を私にシェアしてくれました。昨日シェアしてくれましたのでお伝えしようと思います。こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 4の4です。このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。はい。今回のテーマは漢字をどうやって覚えたらいいのというテーマについてちょっと私の意見をアイディアをシェアしていきたいと思います。はい。では最近の、私なんですけど、今月は3月ですよね。3月。で、3月は私の家族、私の兄弟、2人が誕生日です。妹と弟が誕生日です。2人が誕生日ですので、誕生日会は一気にパーティーを家でやります。日付は2人とも違いますが、一緒にパーティーをやります。そして私はプレゼントをあげます。私は、弟と妹にプレゼントをあげる予定です。プレゼントは何だと思いますか？プレゼントはお金です。お金はちょっと生々しいですけど、例えばね、プレゼントをあげるわけではなくて、お金をあげるのは日本人にとってはちょっと気が引けるっていうのは、もらっていいのって、本当にもらっていいのって思うってことです。皆さんはお金をプレゼントでもらったら嬉しいですか？それともちょっとどうしようかなって迷いますか？もしよかったら皆さんの意見も、私のコメント欄でシェアしてみてくださいね。私はお金を渡すことももらうことも好きです。なぜかというと、お金だと好きなものがその人が好きなように使えるからです。私は実は私の誕生日は11月なんですけど、11月に、友達からあるものをもらいました。それはスターバックスの、それはスターバックスのチケットです。ドリンク1杯、あとは、そのスイーツ1個買えるチケットなんですけど、そのチケットをもらいました。でも、それは上限が決まっています。ドリンクは700円まで、スイーツは300円までです。それをオーバーした時にはお金を払う必要があります。私はスターバックスが好きですので嬉しかったですが、もしもあんまりスターバックスに行かない人だったら、私はお金の方がいいかなって思っています。お金をもらうと、そのお金で好きなところに行けるからです。例えば、じゃあ1000円もらった。そしたら、バーガーキングに行きたいと思ったら、バーガーキングに行って食べることができるからです。私はそんな感じで思っています。でも、誕生日プレゼントって、その人の気持ちですよね。気持ち。その人の愛が現れてますので、私はその気持ちがとても嬉しいなと思います。たとえ自分が好きじゃないものだったとしても、その人の心が現れているからとっても嬉しいですよね。皆さんの国では誕生日って何歳まで家族でお祝いしたりプレゼントを渡したりしますか？私は今25歳ですが、未だにプレゼントをもらったりしています。皆さんの
家族、国では何歳まで誕生日をお祝いしますか？なんかこれ気になりますよね。このひよこのカチューシャは100円ショップでさっき買ってきました。なんかいつも同じ景色よりはちょっとふざけてラフに動画を撮りたいなと思ったからです。はい。最近はそんな感じですね。誕生日がありました。あとは最近だんだん日本は暖かくなってきましたので、私の家の近くの公園は花が咲き始めました。花。例えば水仙とか桜とかです。あと梅とかね。とても綺麗なので、今週は家でおにぎりとか美味しいサンドイッチとかをこの家で作ってピクニックに出かけたいなと思いました。私は花を見るととても心が癒されますので、そして外に行くと風も気持ちいいので、ぜひね、行きたいなと思います。皆さんも日本に旅行に来たり、もしかしたら日本に住んでいる人もいるかもしれないですけど、春のシーズンは花が綺麗ですので、ぜひお花見に行ってみてくださいね。そして皆さんって朝のルーティンはどんな感じですか？朝ってバタバタしてるから5分の時間でもなんとなく短く感じますよね。でも私は今会社に行っていませんので、仕事をしていない、その会社での仕事をしていないので、朝にとても時間があります。余裕がありますので、いつも私がしている朝をよくいいスタートを切れるようにしているルーティンをちょっと3つね、シェアしていこうと思います。朝がいいスタートだと一日がハッピーに過ごせるなぁと思っています。私がしているのは、必ずしていることは、一つ目はジャーナリングです。前回の動画、やる気がない時っていうね、テーマでお話しした動画でもお伝えしたんですけど、ノートに自分の心の底から出てくるネガティブな感情、例えば不安、未来への不安だったり、過去へのちょっと後悔とかね、いろんなことを日々考えますよね、人間なので。そういうことをすべてノートに書くようにしています。自分のネガティブな感情を判断せずに、無理やり自分をポジティブにするわけではなくて、その自分の中から出てきたネガティブな感情に寄り添うっていうことをしています。寄り添っています。ネガティブな感情を受け入れています。受け入れるっていうのは自分の中で、その感情を感じてもいいんだよと思うことです。これを毎朝やっています。これをすることでなんとなく自分の心の中にすごくふつふつと湧いていたネガティブな感情がだんだんシューって落ち着いてきます。落ち着いてくると次の行動をとてもポジティブに始めることができます。なのでこのジャーナリングはとてもおすすめです。自分をジャッジせず、ただ自分のありのままを受け入れるということです。2つ目は感謝ノートです。人間の脳はネガティブなことに反応しやすくできていますので、私もそうなんですけど、あれもできない、これもできない、こんなことに失敗したとか思ってしまいがちなんですよね。なので私は今健康で、今この世に生きることができて、そして家族もいてという自分が持っているもの、当たり前に感じている、いつもあるからね。いつもあるものはとても当たり前に感じるけど、それは当たり前じゃないので、
それを日々10個ずつ感謝することを書くようにしています。例えば、私の体ありがとう。私の家族ありがとう。私の部屋ありがとう。私の顔この可愛い顔ありがとう。とかね。食べ物ありがとう。ご先祖様ありがとう。何でも大丈夫です。一日の始まりに私が感謝することを心の中で感じるために感謝ノートを紙にペンで書くようにしています。3つ目はご先祖様と神様に挨拶です。おはようございます。いつも守ってくれてありがとうございます。いつも私を良い方向にリードしてくれてありがとうございます。というふうに感謝の気持ちを伝えるようにしています。私がなぜこの感謝をするかというと、自分のバイブレーション、波動がとてもきれい、クリア、整うからです。整うっていうのは、いい状態っていうことです。整うので、いつも感謝することを習慣にしています。もしも今不安や将来への不安、そしてネガティブなことをたくさん考えて、あれもできない、これもできないって思っている人は、ぜひあなたの身の回りにあるものがどれだけ感謝すべきものなのかっていうのを少しずつでも数えてみると、あなたの人生もちょっとずつ良くなっていくんじゃないかなと思いますよ、これ。はい。朝がね、整うとすごくいいスタートを切れますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。はい。では早速本題に戻りますが、漢字どうやって覚えていますか？漢字をどうやって覚えていますか？なんか日本で覚える漢字って何千語もあるじゃないですか。最初見た時、うわ、こんなにあるんだって思いませんでしたか？私の彼はフィリピン人なので、フィリピン人です。なので、日本語の漢字を勉強するときにすごく圧倒されたと言っていました。彼は今 N3 を持っています。N3 に最近合格しました。彼の勉強法を私にシェアしてくれました。昨日シェアしてくれましたので、その勉強法を今からお伝えしようと思います。まず一つ目は、漢字の意味を先に覚えるです。例えば、食べるという漢字がありますよね。食べるのた。これは、英語での意味は、eat ですよね。eat。こんな感じです。食べるのたを eat で先に覚えてしまうです。なので、この食べるの漢字が、もし文章の中とか、あとは本の中で出てきたとき、例えば、食器っていう2つの漢字があるじゃないですか。これを見たときに、なんとなく、eat に関わる漢字なんだなっていうのが、自分の頭の中で考えることができます。推測って言うんですけどね。予想するとか。予想するっていうのは、あれかなこれかなって考えることなんだけど、これができます。こうすることで、先にその漢字の意味を覚えることで、漢字を見たときに、食べるのたはeatの意味だから、食器で、食べるに関する言葉なのかなっていうのを予想することができるようになります。これはとってもおすすめです。なんでかっていうと、日本で生活したり、あとは N 試験勉強したりするときって、何が一番私は大切かなと考えたときに、一番大切なのは読める、意味がわかることだと思います。今 AI とかインターネットとか、あとはスマートフォンとか発達してますので、文字を書くことってあんまりないじゃないですか。もちろん書けた方がいいけど、一番大切なことは読める、そして意味がわかるということだと思います。
なのでこの勉強法はとてもおすすめです。私も昨日この勉強法について彼から聞いた時にとてもいいなと思って今動画を撮っています。あとは2つ目は漢字をパーツで分解して覚えるということです。例えば休むという漢字は人という漢字と木という漢字が合わさってできた漢字です。これは人が木に寄りかかって休む様子を表しているそうです。これのメリットとしては知らない漢字が出てきてもパーツ、例えばそのパーツが人なら人に関係するなって自分の頭の中で予想がつくっていうことですね。これも同じように推測、予測ができるようになるのでおすすめです。この2つの勉強法を私はちょっとシェアね、みんなとしたいと思います。皆さんはどんな風に漢字を勉強していますか？もしおすすめの勉強法があったら、ぜひ私のコメント欄でシェアしてくださいね。きっとみんなの参考になると思います。そして、おすすめの復習期間についてなんですけど、おすすめの復習期間は1日後、1週間後、1ヶ月後のサイクルで復習するのがとても効果的だと思います。なんでかっていうと、ドイツの心理学者のエピングハウスという人が忘却曲線というものを発見しました。忘れかけた頃に復習するのが最も効率的で、長い間の長期記憶、これは長い間記憶できる期間のことなんですけど、これにとても効果的だと言われています。この実験によると、漢字を覚えて1時間後には半分忘れてて、1日後には 70% 忘れているという結果が出ているみたいです。なので、この復習がとても大切になってきます。復習。思い出すです。思い出す。この思い出す復習をすることで、どんどん自分の中で定着、自分の中に溜まっていきます。それがとても大切です。1日後、1週間後、1ヶ月後。このサイクルが自分の記憶に一番定着する最も効率的な方法みたいです。そして、こんな感じでおすすめの漢字の勉強法についてシェアしていったんだけど、じゃあそもそも日本人ってどうやって日本語、漢字を勉強してるのっていうことなんだけど、日本人はちなみに小学校、中学校、高校だから合計すると12年間も漢字を勉強してるんだよね。小学生の頃なんて毎日漢字の宿題が出て、漢字練習帳っていうノートがあるんだけど、それに10個ずつとか5個ずつとか毎日やっていたんだよね。もちろん今私25歳なんですけど、書けない漢字もあります。なんか難しい漢字。簡単な漢字はもちろん書けるんだけど、難しい漢字。例えばね、サバとかマグロとかね、こういう漢字は書けないです。読めない漢字もたまにありますけど、大体読めます。そんな感じで日本人は漢字を覚えています。でもみんな漢字を勉強してちょっと絶望したりするんだよね。だってこの前覚えたばっかりの漢字がまた分かんなくなっちゃったってなるからです。でもそういう時は忘れた、最悪、私ってやっぱり覚えが悪いんだって思っちゃう気持ちもわかります。なのでそういう時はぜひ自分のそのネガティブな気持ちを自分の中で感じてください。例えば私がその漢字を忘れて、私ってやっぱりできないんだって思った時は、私今そういう風に感じてるんだねと自分の中で受け入れてあげてください。そしたらそのネガティブな感情は、この人は僕たちネガティブな感情を受け入れてくれるんだって言って自分の心の中がニュートラルな状態になりますので、そしてコツコツね漢字の勉強を続けていけるんじゃないかなと思います。はい。で
ここで、漢字勉強の時のことわざを紹介していこうと思います。継続は力なりです。継続は力なり。続けるということはあなたの力になりますよっていうことです。最もシンプルですが、1日もし3個ずつ漢字の意味を覚えるなら、1年続けたら約1000語の漢字の意味を覚えられることになります。なので毎日毎日の積み重ねがとても大切だと思います。はい。以上で、私の漢字のね勉強法についてシェアを終わっていきたいと思うんだけど、実は私の母が日本語の先生をしているんだけど、今年で12年目、教師を始めて12年目みたいなんだけど、彼女が言っていた勉強法としては、その漢字卵っていうのがあるみたいなんだよね。これは漢字だけではなくて、その漢字を使った練習、ワークがあるみたいです。なのでこのワークブックを使うのもおすすめと言っていました。なので私がおすすめの方法としては、まず最初に漢字の意味を覚えていない人は漢字の意味を大体で押さえる。その後に漢字卵で練習して、どんどん練習をして使えるようになるっていうのがいいんじゃないかなって思います。はい。以上で、漢字をどうやったら覚えたらいいのっていうテーマについてシェアを終わっていきます。今週皆さんどんな1週間だったですか？もしよかったら私のコメントでシェアしてね。そしてこの動画が役に立ったという人は、ぜひ私の動画をいいね押して、サブスクライブ登録、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では最後まで見てくれて本当にありがとう。皆さんの次の1週間もとっても素敵な1週間になることを願ってます。ではまた次の動画でお会いしましょうね。バイバイ。